こんにちは、セスリナです。前回ですね、日本の好きなところについて話しましたが、今回は日本のちょっと残念だなって思ったところについて話したいと思います。で、実はこういう、日本のあんまり好きじゃないところとか、これがちょっと残念だなって思ったところはあんまりなかったんですよね。実は好きなところの方が多かったんですけど、その5つぐらいの、こういうちょっとだけ嫌なところっていうか、ちょっと残念だなって思ったところを紹介したいと思います。で、1つ目がですね、地震が多いこと。それはちょっと仕方がないんですよね。スイスは結構、山が多いんですけれども、地震は本当に少ない。うちね、人生の中で多分地震2個っていう多分2回しかなかったんですね。こう地震の経験、スイスに住んでた時に1個がなんか10歳でもない8歳の時かもしれない。マジでも子供の頃だったね。でテレビ見たりしてて、急にパーパーパーって言ったりパパパって言わん、何これと思ったんですよね。全然強くなかったんですけどね。でもう一回も覚えてないんですけど、で日本に住んでみたら、地震はねもうベテランになっちゃったって感じなんやけど、毎月とかあったんですよね。地震結構多かったんですね。で結構なんか、強い時もあるんじゃないですか。だから仕方がないんですけど、地震が多くてちょっと心配なところもあるんですね。その30年の間にね、大地震が来る。特に東京とか、宮崎もそうなんやけどね、関西とかもこういう大地震が来るっていう、確実っていうかがあるから、それも、そういうなんか心配なところがあるなと思います。でもそれでもまた日本に住みたいとは本当に思います。将来は絶対日本での生活がしたいなとは思うんですね。自信があっても。だから残念なところなんですけれども、仕方がないんですね。2番目ですね。これもちょっと仕方がないことなんですけど、日本に住んでた時に結構びっくりしたことは、太陽がめちゃくちゃ早くて沈むこと。超びっくりしたんですよ。全然意味がわからんかったっちね。で冬は5時とか太陽が沈むことは、それは普通やと思うんですよね。それは冬だから。でも夏は7時ぐらい太陽が沈むことはめちゃくちゃびっくりしたんですよ。もう本当に今でもそれはもうちょっと本当にちょっと日本の一番好きじゃないところかなと思います。でスイスは冬は多分5時ぐらい日がクラスなんですけれども、夏はですね9時半10時ぐらいまでは外はまだ明るいんですよ。で今帰国して、で8時半とか今のところね、まだ春なんやけど全然明るいんですよ。超気持ちいい。だからもうちょっと明るければいいなと思うんですよね。日本だったらうちね、結構太陽が出てる時にはうちが一番やる気があるみたいな感じ、仕事しやすいって感じる。で日が沈むともう何もしたくない、もう休みたい、もう寝る時間の準備したいって感じですね。それがちょっとね日本の残念なところだなと思います。結構一番好きじゃないところと思います、日本の。でも仕方がないんですね。それはね、日本の地域から決まってることから仕方がないんですけど、ちょっと残念だなと思います。3番目ですね。3番目がね、なんて言えばいい、結構それもびっくりしたんですけれども、実は日本に行く前にお肉とかは食べたりしてなかったんですよ。結構野菜系、今でもそうなんやけど、日本に住んでた時は野菜とか果物めちゃくちゃ超高いんですけど、超びっくりした。リンゴ1個が100円とか200円ぐらいするってマジでびっくりしました。スイスは50円とか20円とかにするから
超高いと思いました。で水素結構こういうね物価高いイメージがあるんですけど、実は日本の物価高いところもある。でそれは一つのちょっと残念なところ。スーパーで野菜とかはちょっと高い。でももっと残念なことは、外食するときは、外食だけじゃないんですけど、お弁当買うときとか、外食をするときは野菜たっぷりのお弁当とか食べ物がめちゃくちゃ少ない。それはこうベジタリアン向きの食べ物があんまりないことはちょっと残念だなと思います。例えばスイスだと必ずベジタリアンだけのお弁当とかがある。しかもそっちの方が安い。他のお肉が入ってる食べ物の方が高いから、スイスは多分あれだから、お肉が高いから、しかも野菜とかは全然そんなに高くないから必ずあるんですよね。しかもベジタリアンの人たち結構多いから必ずあるんですね。もう日本は逆ですね。豚肉とか鶏肉が入ってるだけ、例えば豚丼とかの方が安い。でも野菜丼とかこう野菜たっぷり入ってる食べ物の方が高いんじゃないですか、外食したら。それともお弁当買いに行ったら。スイスは多分逆やと思うし、しかも必ずこういうベジタリアンオプションっていうか選択がありますね。パスタでもサラダでも。で日本はそれがないことはちょっと残念だなと思いました。もうちょっとね野菜だけのやつがあればいいなと思う。なんか少ないって感じます、うちはね。だからそれはイメージ的には日本はめちゃくちゃヘルシーなご飯しか食べてない、そういうなんか日本に行く前にそういうイメージがありましたが日本に住んでもうヘルシーというのもあるんですけど、やっぱりお肉が多いって気づいて野菜も少ないって感じてびっくりして、ちょっと残念だなと思いました。もちろん前回の動画も言ったんですけど、日本食大好き大好きだけど、もうちょっと野菜があればいいなと思います。野菜系ちょっとうさぎちゃんみたいからうちはかも。4番目ですね。4番目はちょっとプラスチックを使いすぎること。これさ、多分外国人が初めて日本に行く時はめちゃくちゃびっくりすることやと思います。特にヨーロッパの人たちが日本に行ってそれを気づくことにめちゃくちゃびっくりする。なんかね、日本に行く前にめちゃくちゃ日本はこういうリサイクル文化とかめちゃくちゃなんて言えばいい、地球環境を守る意識が高かったというイメージがあったんですよね。意識してるからなんかプラスチックとかはそんなにないかなと思ってましたけど、日本に行ったら例えばもうクッキーを買いたくてスーパーに行ってクッキー買って箱を開けたらなんか一つずつのクッキーがプラスチックラッパの中に入って超びっくりした。なんでやと思った超びっくりしました。それは初めて見たんですよ。ヨーロッパはそういうことはありえないんですよ。しかも最近の5年間とか、10年間5年間の間はめちゃくちゃプラスチックを使えないようにしましょうという、行動はしてる。そのヨーロッパの国々がめちゃくちゃこっちのねプラスチックのイメージがものすごく悪いから、そのプラスチックの使うことをやめましょうという意識が高いんですよ、こっちは。だから日本に行って、それはうちの当たり前になったから、日本に行ったらプラスチック多い。しかも日本のサービスめちゃくちゃいいから、傘のための袋とかもあるんですし、スーパーに行って野菜がもうプラスチックに入ってる。そういうのもたまにあるんだけど、普通は野菜がそっちに置いたまま自分が欲しい野菜を取ってもうスーパーのプラスチックバッグに入れることが多かったんですけど、こういうプラスチックを使わないように意識が高くなって、自分のマイバッグ、野菜のためのマイバッグを持ってきて入れて、あんな感じで買い物する。だから日本に初めて行った時にもあれ持ってきたんですよマイバッグ、野菜のためのマイバッグ。でも一回も使ったことない。もうプラスチックに入ってるから、それはちょっとこんなにはいらない。しかも分かる、なんでそんなにあるか、こう健康的な、問題というか、そういうなんていう、みんなの健康を守るためにプラスチックを使いましょうっていうことがあって、ある意味でいいとは思うんだけど、そんなに使わなくてもいいかなっていうふうにも思いますね。それはちょっとね、その外国人的にはちょっと残念だなと
思いますね。ごめんなさい怒らんでください別に日本が悪いって言いたいことじゃないんですよ。でもあんなに素晴らしい国がそんなところをあんまり意識してないと外国人として感じたことはちょっと残念だなと思いました。ごめんなさい。で最後が、電車が高いこと。スイスもそうですよ。電車が結構高いんです。でもいろんなお割引とかを手に入れることができる。で日本だと例えば外国人が日本に行くときはあれを買えることができるんですよ。JR パス、電車のためのパスなんですけど、それは3万円とか4万円とかで買えるらしいですね。外国人が日本に旅行にしに来てくれること、それがあるんですけど、でも日本に住んでる外国人と日本人がそれを買えることができない。でそれはちょっと残念だなと思います。だって日本に住んでも旅行とかはしたいんじゃないですか。他の日本の地域とか見てみたいんじゃないですか。だからなんでそういう割引がないんですかねと思うんですよ。それとも1日のお割引とか、どんな電車でも使えることができるんですけどちょっとだけ安くしてくれることとか、そういうのがあればいいなと思います。例えば新幹線のための1日の旅行とかもうちょっとお割引とかが手に入れることがあればいいなと思いますね。あるかもしれないんですけど、うちはね見つけてなかったんですね。だってやりたかったんですもんね。ちょっとだけの日本での旅行でも見つけてなかった。ちょっと残念だなと思いました。もうちょっとそういうのがあればいいなと思ってました。もうとんでもない話なんですけれどもね、電車の高さなんやけど。はい、というわけで、もしこの動画が面白いって思っていただければぜひいいねボタンとチャンネル登録も忘れないでくださいね。よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。また今度の動画よろしくお願いします。